皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん最近はいかがお過ごしですか？私は最近友達とサモエドカフェに行ってきました。サモエドって知ってますか？サモエドは白くてモフモフした見た目の大型犬なんですが、人懐っこくて温厚な性格でとっても可愛い犬なんです。そんなサモエドたちと触れ合うことができるのがサモエドカフェです。私は犬と触れ合えるカフェに行くのは初めてだったんですが、もともと犬が大好きなのですごく楽しい体験ができたし、可愛いワンちゃんたちにとても癒されました。まだ1歳になっていない子供のワンちゃんばかりで、とっても元気に遊んだり走り回ってて、見てるだけでも癒されるし、一緒におもちゃで遊んだり、写真を撮ったりして楽しむことができました。今回私が行ってきたサモエドカフェのように、日本にはちょっと変わった体験をできるカフェがたくさんあります。普通のカフェでは体験できない非日常を体験できるので、旅行中のアクティビティの一つとしてもとてもおすすめです。ということで、今回は日本のユニークなカフェについてご紹介しますね。カフェは世界中に存在していて、いろんなタイプのカフェがありますよね。日本にもいろんな種類のカフェがあって、スタバのようなアメリカンスタイルのカフェだったり、喫茶店といって日本の昔ながらのスタイルのカフェだったりが一般的なんですが、こういったもの以外にも日本で独自の発展を遂げているユニークなカフェが実はたくさんあります。その中でも何か特定のテーマに基づいて世界観が作られていたり、メニューが用意されているコンセプトカフェと呼ばれるカフェが日本では人気があります。いくつか種類があるのでちょっとご紹介したいと思います。まずはメイドカフェです。日本のユニークなカフェというと最初に思い浮かぶのがメイドカフェかなってくらい知ってる人も多いかなと思うんですけど、簡単に紹介しますね。メイドカフェでは店員さんはメイドの服を着てお客さんをご主人様やお嬢様と呼んでおもてなしします。メイドカフェでは普通のカフェと少し違ったサービスがいくつかあります。例えばメイドさんがオムライスにケチャップで可愛いイラストや文字を書いてくれたり、美味しくなるおまじないをメイドさんがしてくれたりします。他には追加料金を支払うとメイドさんと一緒にゲームをしたり記念写真を撮ったりできます。料金は飲み物や食べ物の値段に加えて500円から1000円程度の入場料が必要な場合が多いです。特に秋葉原や大阪の日本橋に多くあって観光客やアニメファンにとても人気です。日本のサブカルチャーに興味がある人におすすめの場所です。次に動物系のカフェです。動物系カフェにもいくつかタイプがあるんですが、定番は猫カフェです。猫カフェは猫と遊べるカフェで、お客さんはお茶やコーヒーを飲みながら自由に猫と触れ合えます。大抵の場所では1時間1000円というように時間ごとに料金を支払う仕組みになっています。猫好きに人気の癒しスポットになっていて、猫と一緒にリラックスした時間を過ごしたい人におすすめの場所です。そして犬カフェもとても人気があります。仕組みは猫カフェとほとんど同じで、自由に犬と触れ合うことができます。犬カフェではワンちゃんたちにおやつをあげて一緒に遊んだり、プラスの料金を支払えばお散歩なんかも体験できます。犬カフェと一言で言っても実はいくつか種類があって、私が行ってきたサモエドカフェ以外に柴犬カフェや小型犬に特化したカフェとかもあります。自分の好きな犬種がいるカフェを選べるのも楽しいポイントかなと思います。動物系カフェでちょっと変わったタイプのものだとフクロウカフェっていうものがあります。フクロウを見ながらコーヒーや食事を楽しんだり、フクロウを撫でたり腕に乗せたりすることができます。普段フクロウと触れ合う機会ってなかなかないので、フクロウ好きには嬉しい場所だと思います。お店によってはフクロウの販売を行っているところもあるようです。次はコラボ系カフェです。コラボカフェは有名なキャラクター、アニメ、ゲームなどとコラボレーションしているカフェのことです。
ファンがそのキャラクターや作品の世界観を楽しめる特別な空間になっています。例えば、ディズニーキャラクターやミッフィー、スヌーピー、ポムポムプリン、ポケモンとかのコラボカフェがあります。店内はそれぞれのテーマに合わせたデザインになっていたり、店内で流れている音楽もコラボ作品のものが使われたりしています。料理やドリンクも特別なものが用意されていて、キャラクターや作品のストーリーをモチーフにした料理やドリンクが提供されます。例えば、キャラクターの顔の形をしたパンケーキだったり、オムライスなんかがあるんですが、見た目がとても可愛くて人気があります。あとはアニメのキャラクターの大好物を再現したフードメニューもあったりします。これら以外に限定グッズを手に入れられることもコラボカフェが人気な理由の一つになっています。特定のメニューを注文すると特典がもらえたり、カフェ限定のグッズが販売されてたりするので、ファンにとってはそういうのを集めるのも楽しいですよね。ただ一つ注意したいのが、コラボカフェは常設店舗もあるんですが、期間限定で営業しているカフェも多いので、営業期間とか予約できるかとかは事前に調べておくのがおすすめです。次はホビー系のカフェです。ホビー系にもいくつか種類があるんですが、最も定番なのはブックカフェです。ブックカフェは本を読みながら飲み物や食べ物を楽しめるカフェです。日本では都会の忙しい生活から離れてリラックスできる場所として人気があります。本好きの人や静かな場所でのんびり過ごしたい人にとって理想的な場所です。ソファー席やカウンター席があるカフェも多いので、一人でのんびり過ごしやすい場所になっています。基本的には普通のカフェと同じように飲み物や食べ物を注文するだけで、あとは本を読んだりして自由に利用できます。一部のカフェでは滞在時間によって料金が決まることがあります。例えば1時間500円とかでドリンクがつく場合もあります。お店によっては旅行、アート、ビジネスといった特定のテーマに特化しているカフェもあったり、店内の雰囲気が全然違ったりするので、自分のお気に入りを見つけるのも楽しいです。皆さんの参考になるように日本の有名なブックカフェを2つ紹介しますね。1つ目は代官山蔦屋書店です。蔦屋書店自体は日本全国に20店舗くらいあるんですが、本屋とカフェが一緒になった人気スポットです。特に代官山蔦屋書店は店内が洗練されたデザインになっていて、その雰囲気の中で読書しながら飲み物や軽食を楽しめるのが特徴です。あとは店内で販売されている本を購入前に試し読みできるのも嬉しいポイントです。2つ目は森の図書室です。森の図書室は東京の渋谷にあるブックカフェです。都会の真ん中にいながら静かで落ち着いた雰囲気を楽しめる場所として、本好きやリラックスした時間を求める人々に人気があります。店内は本棚が壁一面に並んでいて、図書館にいるような空間になっています。本は様々なジャンルがあって、約2000冊以上の本が取り揃えられています。カフェメニューが充実しているのが特徴で、コーヒー、紅茶、アルコール飲料まであります。他には本に登場する食べ物をイメージしたメニューも提供されていて、読書のお供にぴったりです。読書会などのイベントも開催されているので、本好きの人と交流したい人には楽しい場所だと思います。ブックカフェは忙しい日常から離れて自分の時間を楽しむことができるので、本が好きな人はもちろん、静かで落ち着いた場所を探している人にもおすすめです。ホビー系で次に紹介したいのが足湯カフェです。足湯カフェは足湯を楽しみながら飲み物や軽食を楽しめるカフェです。足湯とは温かいお湯に足だけをつけて冷えた体を温めたり、体をリラックスさせる日本の文化です。足湯カフェは特に観光地や都会のリラックススポットとして人気があります。足湯カフェは店内が静かで落ち着いた空間になっていることが多いです。また、足湯に必要なタオルはお店で貸してくれることがほとんどです。なので手ぶらで行けるので安心です。
足湯カフェは短い時間でリラックスしたい人や仕事や観光で歩き回って疲れた足を癒したい人におすすめのスポットです。次にアートカフェを紹介します。アートカフェは飲み物や食事を楽しみながら手作りのアート体験を楽しめる場所です。お店によってはお酒を飲みながら体験できる場所もあって、大人にも人気のあるスポットです。多くのお店では専属のスタッフがついていて、アート初心者でも気軽に体験できるようになっています。アートカフェではいろんな作品を作ることができます。例えば陶芸を体験できるカフェではカフェメニューを楽しむだけでなく、自分で陶芸作品を作ることができます。湯飲みや小皿を実際に作って焼き上げ後に郵送してもらえるので、旅行中でも手軽に体験ができます。他にもマグカップへの絵付けが体験できたり、最近とても人気のある垂らし込みアートっていうキャンバスを使ったアート作品を作ったりできるカフェもあります。アートカフェでは形に残る特別な思い出を作ることができます。なので、日本旅行の中で自分だけの作品を手に入れる体験をしたい人にはとてもおすすめです。今日は日本のユニークなカフェについて紹介しました。ワンちゃんや猫ちゃんと触れ合える動物系のカフェから、アニメやキャラクターの世界観を楽しめたり、足湯を楽しむカフェまで、本当に幅広い選択肢があります。皆さんはどのカフェが気になりましたか？よかったらコメントで教えてください。もし日本のユニークなカフェにもう行ったことがあるよっていう人は体験をぜひシェアしてくださいね。日本のカフェでは場所ごとにいろんなテーマの世界観を楽しめて、非日常的な体験ができるので、旅行中のアクティビティとしてもおすすめです。もし日本に来る機会があったら、今日紹介したユニークなカフェにぜひ立ち寄ってみてくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。